ダークソウルには面白い謎がたくさん残されている。今回はそんなダークソウルのトリビアをランキング形式っぽく紹介していくぞ。ハミングする死体の謎。シリーズ終盤に訪れる大書庫と呼ばれるステージ。このエリアの本棚に近づくと奇妙な腕が飛び出してきて呪われてしまいます。ちょっとしたホラー要素やね。でそんな呪いを防ぐためにこの大書庫の賢者たちは頭に牢をかぶっていました。目を塞げば字は読めない、字が読めなきゃ呪われない。なんだか本末転倒な気もするけれど、少なくとも呪い対策としては機能していたようです。主観視点が防げればそれでよかったんでしょうね。さてそんなこの大書庫、ここの死体には面白い秘密が隠されていました。このエリアの特定のポイントに行くとね、どこからか鼻歌が聞こえてきます。わかりますか？この鼻歌の主、まさかのこいつでした。牢をかぶった賢者の死体が一人でにハミングをしていました。どういうことやねんっていうね。そしてこいつのアイテムを回収するとハミングをやめてしまいます。一体あの本には何が書かれていたのか。少なくとも彼らは知識を得て生命体としての一線を越えてしまったようです。それはある意味古流への道にも通じる悟り的なサムシングだったのかもしれませんね。日本語の謎。前回紹介した絵画世界の隠された絵、解析すると場違いにも日本語が残されていました。刺すものと握りつぶすものねえ、漢字でそう書かれてるんだよね。実はこれと似たようなものが他にも存在すると教えていただきました。ダークソウル3に出てくるファランの毒沼地帯、ここで擬態を使ってこのオブジェクトに変身します。ケルト十字のオブジェクトでしょうか。ではここからこいつを壁際まで近づけて中央をよく見ると、なんと沼と書かれています。はいまあ確かにな、あたりは沼やからね、わざわざこんなとこに書かんでもわかるわっていうな。はい、そんな面白いトリビアでした。日本語つながりでもう一つ、ダークソウルにはなぜか日本人の影響が若干残っています。西洋ファンタジーなのに刀や忍者、なんでかなってずっと考えてたんだけれど、その理由らしきものを見つけました。ハイとイザリス。ここの元ネタはアンコールワットです。もともとはカンボジアに存在するヒンズー教の寺院でした。しかし16世紀頃に仏教系の寺院へと改宗されてしまいます。でなんとその時ね、このアンコールワット遺跡に日本人がやってきてたそうです。祇園精舎を目指して旅していた日本人がたどり着いたのがこのアンコールワット遺跡だったそうです。でまあその江戸時代の日本人がさ、このアンコールワット遺跡に落書きを残してるんだよね。こんな感じにね。はい、やりやがったなっていうね今だったら大炎上もんだよね。でもこれがダークソウルの世界に刀が出てきた理由なんじゃないかな。つまりアンコールワットの崇拝対象というよりも、アンコールワットの歴史そのものの方がダークソウルの世界にインストールされていたっていう、そういうオチです。アンコールワットの歴史に残された日本人の足跡、それをインストールしたハイとイザリス、ついでに混ざった日本人。強いぜ刀。クラーナのソウルから刀が作れるのもそういった理由があったからかもしれませんね。王の器の正体。ダークソウルには王の器と呼ばれるキーアイテムが登場しました。王のソウルを注ぎ込むための装置だね。でこの王の器の正体に関するアドバイスをまさかのリアル考古学者の先生からいただいたんで、今から紹介させてもらいます。まずダークソウルの物語の下地にはアーサー王伝説がどうも絡んでいるようです。アーサー王の王妃がグイネビアという女性だったり、そもそもアーサー王の元ネタがアルドリウスという実在する人物だったりと、いろんな一致を見せています。さてではここからこの王の器、盆というか鎌にも見えるよね。でもしこれが鎌であるんならば様々な伝説につながるそうです。アーサー王伝説には聖杯と呼ばれるキーアイテムが登場するんだけれど、その原型は魔法の大釜という物語にあります。中世ウェールズ語文学の伝説集スウィール娘のブラウンウェン、その中に死んだ兵士を蘇らせることのできる大釜が登場します。でこちらの写真、デンマークユートランド半島から出土した銀製の容器、再生の大釜の物語を描いていると伝えられています。この魔法の大釜がアーサー王伝説に登場する聖杯の元ネタらしいんだけれど、同じくこれダークソウルの王の器の元ネタなんじゃないのっていう考察です。いやなるほどな、言われてみれば確かに王の器って鎌だよね。もし王の器がアイルランドの伝承を踏襲していたんならば面白いメッセージが浮かび上がってきます。アイルランドの再生の大釜は中に入れた死人を蘇らせていました。これを王の器と王のソウルに当てはめてみます。するとこういう筋書きになります。死んだ王たちを再び蘇らせる、新しい始まりの日をもう一度起こす。面白いよね。繋がるんだよね。あの儀式の意味はそういうことだったんじゃないでしょうか。他にもヨーロッパ伝承における大釜と封建文化の関連性という観点からの考察もいただきました。概要欄に載せておきます。考古学の教授の考察なんてなかなかないからね、気になる方はぜひ読んでみてください。ダークソウルの由来、有名になったダークソウルというシリーズタイトル。この作品が世界に与えた影響は大きく、ソウルライクと呼ばれるジャンルカテゴリーまで作りました。大体死にゲーを意味しています。でもね、今でこそダークソウルって呼ばれてるけど、実は本来予定されていたシリーズタイトルはダークソウルじゃなかったんです。ダークリングでした。
ダークリングなんだよね。不死人の証。でも海外でダークリングっていうと尻を意味する隠語になってしまうんで、急遽ダークソウルに変更されたそうです。ひどい話よな。ちなみにその名残で海外版ではダークリングをダークサインと翻訳していたりします。そんなタイトルにまつわるトリビアでした。ダカレ鎧のマークの謎。前回紹介したダカレ鎧のマーク、これ教えてもらったんだけれど、フィレンツェの紋章フルール・ド・リスでした。教えてくださった方ありがとうございました。確かにロンドンにはフィレンツェに由来するオブジェクトがたくさんあるからね。ちなみにこのシンボル、王権の象徴としてフランス王家及びブルボン家の紋章だったりします。それ以外ではキリスト復活の象徴として使われていたりもしたそうです。球根で冬を乗り越えて芽を出すユリがキリストの物語とリンクしたそうです。オールロンドンには時代告知を意味するシンボルがたくさんあるんで、こっちの意味合いの方が強いかもしれませんね。でもまあ似た図式はかなり古い時代からあったらしくって、遡れば古代メソポタミアとかミケーネ文明の遺跡からも見つかっているそうです。さらには赤狼のアシナ城の河原にもあったりします。これにはゲンちゃんもびっくりだね。一応ユリの花言葉には低層純血なんかの意味があります。でもそれが刻まれていたのが移り気なフィナのダカレ鎧っていう時点でだいぶ皮肉が入ってるよね。そんなユリのマークのトリビアでした。聖とサルバの謎。ダークソウルの世界観の下地では世界中の神話がごちゃ混ぜになっている。北欧神話とかキリスト教のシンボルが目立ちがちだけれど、ぶっちゃけ人類史に残ってる神話全てが螺旋剣の元につながり合っているようです。その一例を紹介しよう。ダークソウル2のダウンロードコンテンツ、聖とサルバ。凝った彫刻が至る所に残る美しい国だったんだろうけれど、主人公がやってきた時にはすでにサルバは滅んでいました。ダークソウルあるあるだね。基本的に文明はぶっ壊すものとフロムの方々はお考えのようです。次回作のエルデンリングでもしっかりぶっ壊してるそうです。さて、もともとこのサルバは眠り竜シンを崇めるために作られた国だったようです。ご神体が眠れる竜、安全衛生の意識に問題ありって感じですね。まあ皮肉なことにね、サルバ崩壊の引き金になったのは眠り竜シンの目覚めでした。眠り竜シンのソウル、いつ頃からだろうか。王が都を築いた後も竜は眠り続けた。だがヨアの一撃により目覚めた竜は自らが引き受けていた毒を放出して都を滅ぼし、そして無垢となった。ある日サルバに攻め入ってきた流血騎士団っていう集団がいたんだよね。でそいつらがドラゴン退治をしようとして眠り竜シンを叩き起こしてしまったんですよ。よせばいいのにね。まあ言わんこっちゃない。その結果起こった竜の反撃で流血騎士団は崩壊してしまいました。まあこれだけなら流血騎士団の自業自得で終わるんだけれど、なんとサルバの町まで巻き込まれてしまいました。結局残ったのは廃墟、予定調和ってやつだね。とはいえ結構謎が残っています。眠り竜シンの正体とは何だったのか、なんで人々の毒を引き受けていたの、その辺が見事に未回収のままになっています。実はこれね、サルバの元ネタをたどることによってぼんやりと見えてきます。さてじゃあ皆さん、このサルバのステージを見てどんな印象を抱いた？なんか中南米のピラミッドみたいだよね。みんなで作ろう考察動画の時でも結構それは指摘されていました。そしてもう一つ、この壁画、何気なくスルーしがちだけれど実は元ネタが存在します。実在するマヤ遺跡の壁画なんだよね。おっさんの顔から細かい模様までぴったりと一致しています。はい、そうなんですよ。これ紛れもなく実在するものなんです。高古典期のマヤ文明の遺物、チチェンイッチャ球技場の壁画でした。ざっくり1000年ぐらい前の代物だね。なんとね、ダークソウルの世界観にはメソアメリカの歴史まで混じっていました。面白いよね。でもなんでチチェンイッチャ球技場の壁画なんだろうね。まあ古代のサッカー場みたいなもんです。スポーツとダークソウルにどんなつながりがあるんだろうね。この理由だけどおそらくマヤ神話の構造にあるようです。ダークソウルってさ、繰り返しの物語なんだよね。終わりかけた始まりの日を無理やり延命する物語。当然過去の因果に世界そのものが囚われていました。世界を継続させるか、あるいは終わらせるか、それはプレイヤーの手に委ねられていました。でこっからこのダークソウルの世界観さ、マヤ族の思想と驚くほど酷似してるんだよね。マヤ族にとって時間は繰り返されるもの。過去に起きた出来事は必ず未来にも起きる。繰り返される螺旋のように。因果にとらわれてるっていう点でダークソウルとかなり近いものを持っているんですよね。サルバのマップデザインがマヤ文明をオマージュしていた理由、なんとなく理解できる気もするね。他にもあるんだよね。マヤとつながったアステカ神話では太陽は消滅するっていう終末信仰が普及していました。で人間の新鮮な心臓を神に捧げると太陽の消滅を先延ばしにすることが可能になるって信じられていました。おや、ダークソウルでもなんか似たようなことしてたよね。消えゆく日を延命させるために薪の英雄を捧げる。なんかリンクしてるような気がするんだよね。まあ実際サルバのデザインがマヤ文明だからね、多少なりとも関係があると考えた方が現実的かもしれません。じゃあここからサルバのベースにあるのがマヤ文明の世界観ならば、眠り竜シンの正体もおのずと絞られてくる。そんな可能性があるんですよね。眠り竜シンってさ、サルバの人に崇められていました。ならばあいつの元ネタ、メソアメリカの神話に出てくるなんかの神様じゃない？
っていうねでマヤとかアステカの神様ってさ、基本的に生贄を要求するんだよね。じゃあ真のバックボーンがマヤの神様ならば、この竜もサルバの人から何らかの生贄を捧げられていたんじゃないんでしょうか。まあなんでこんな風に話を飛躍させて持っていってるかっていうと、それを示唆するものがあったからなんだよね。っていうのもさっきさ、この壁画がマヤの球技場のもんだって言ったよね。でも不思議に思わへん？なんでわざわざ球技場がモデルなんって、なんかダクソにしては健康的すぎる印象を受けますよね。でもね、チチェンイッツァ球技場、そもそもかなり意味深な場所でした。こっちの壁画見て。同じくチチェンイッツァ球技場に残された壁画です。で、おっさんが一人ここにいるよね。そしてここにあるのがボール。このボールを足で蹴るサッカーのような球技だったそうです。ではここから、この下にもう一人おっさんの顔があるの分かる？そう、首丈になったおっさんがここにいるんだよね。首から下はどこにいたのっていう話なんねんけれど、はい、ちゃんとあります。こちらにあるのがおっさんの体でした。ひえーっていうね、斬首された首から血が噴き出しています。いやいや、なんでやねんと。スポーツにしてはちょっとバイオレンスすぎるよね。大丈夫です。球技場にはちゃんと切られた首を置いておくスペースも設けられていました。はい全然大丈夫じゃないよね。セロ Z のウイ入れでもこうはならんやろと。ぶっちゃけるとね、ここって生贄の選出場だったんですよ。サッカーに勝ったチームのリーダーを神に捧げる風習があったそうです。で、体から吹き出した血は蛇になって地面に転がった首は植物になっています。そう、これは神との一体化を表しているようです。ちなみに諸説あるけれど、負けたチームはそのまま殺されたそうです。世知辛いな。はい、サルバの元ネタの場所は生贄の選出場でした今回もだんだんダクソしてきましたね。ちょうどロンドのオンスモみたいな感じでしょうか。この事実を踏まえると、竜が引き受けた毒が生贄の命だったとしてもそんなにおかしくはないかなって思うんですよ。それにさ、ダクソにおける人の命って猛毒設定があったりします。闇の霧、人間性に近しいはずの闇の霧は、だが人にとっては恐ろしい毒となる。多くの人がよく人を蝕むが如く。そう、人由来のものは猛毒属性を持つんだよね。で、同じく猛毒属性のブレスを吐くシンも何らかの生贄を捧げられていたのかもしれません。もしかしたら聖とサルバの崩壊の理由は前文明崩壊のオマージュだったのかもしれないね。さて、サルバに関してもう一つ面白いトリビアを紹介。眠り竜シンの BGM ではバックにラテン語コーラスが流れています。で、眷属兄貴の翻訳で面白いことが分かりました。眠り竜シンの正体なんだよね誰だと思う？あの竜さ、涙の神クワトだったんだよね。いや、これめっちゃ驚いたね。シンが涙の神クワトだったってのはもちろん驚くんだけれど、それだけじゃなくってね、それ以上にメソアメリカの神話に実在するんだよね。涙と疫病を司ってる神様がちょっとドンピシャすぎて。で、それがね、チャクって呼ばれる雨と雷を司る神様です。古くは爬虫類として描かれていたんだけれど、年代が進むにつれて涙を流す象のような姿で表現されることになりました。石斧とか蛇なんかの輝く武器を携えた姿で描かれたり、炎を伴って描かれたりもしています。これらはチャクの稲妻を象徴するものと考えられていました。石斧って言ったらあれだよね、シーンを守っていた汚れのエレナの獲物でした。ここでも一致しています。さらにチャクはアステカ文明のトラロックっていう神様とも同一視されています。このトラロックっていう神様さ、基本的には雨と雷を司る北条神なんだけれど、疫病を流行らせて人々を苦しめる疫病神としての一面も持っていました。疫病なんだよね。完全に死ぬんじゃねえかっていうなマヤ文明ではチャク、アステカ文明ではトラロック、ダークソウル神話ではクワト。はい、そんな感じでラテン語翻訳方面からのまさかの考察スナイプでした。一応言っておくとさ、眷属兄貴と別に相談したわけじゃないんですよ。全く別ルートから考察をたどっていって、最終的に偶然同じところにたどり着いたっていう形でしたなんか説明少ないなって思ったら、オブジェクトとゲーム外の知識で語ってたっていうね。うすうす感じてたけど、今回で確信に変わったね。ダークソウルの考察一人じゃ無理だわ。一応新鮮の詳しい翻訳内容はね、下の概要欄にリンクを貼ってるんで、気になる方はぜひ後で見に行ってください。さて、このトラロックという神様、アステカ神話では3番目の太陽を支配しているそうです。アステカ神話によればね、太陽は複数あって、現在輝いているのは5番目の太陽だそうです。トラロックは快楽に満ちた世界を持っており、命を落とした人々の魂を迎え入れたそうです。でもそこに行くためには、それ専用の儀式を行わなければならないとされたそうです。まあ生贄なんじゃないのでもこの設定さ、ダークソウルの奇跡にも通じる概念なんだよね。カース曰く、無印の主人公らは4番目の王になる資格があったらしいです。意味深だよね。
もしかしたら中南米の神話とダークソウル神話をこっそり絡ませていたのかもしれませんね。デザインと神話学から紐解くダークソウルのトリビアでした。さていかがだったでしょうか。なんか気がつけばアカデミックな方向に足を突っ込み始めたけれど、これもきっとね、皆さんの教養レベルの高さゆえでしょう。面白いコメントありがとうございます。このチャンネルではね、こんな感じに考察やらためになるような話を紹介しています。高評価やチャンネル登録してくれるとモチベが上がってぴょんぴょんします。ぴょんぴょん。以上、なるにーでした。じゃあね。